こんにちは、ケイスケです。僕は今トロカデロに来ています。いつにも増して雲と噴水の白さが際立っていますよね。噴水の水しぶきが肌に心地いい今日のパリです。パリは5月16日から交通機関も含めてマスクの着用義務が解除になりました。ということで僕は今エッフェル塔の前のイエナ橋の真上に来ています。どうにか2年実は経ちまして、今回で多分100回目の動画を配信することになると思います。当初は2年も続くことは思っていなかったので、記念してちょっと違う感じで散歩をしてみようかなと思っています。ということで今回はエッフェル塔の前からバトービュスのクルーズを交えてサンジェルマン・デ・プレのサン・シュルピス教会、そしてシテ島のノートルダムへと参ります。バトービュスの料金はご覧の通り、1日券が19ユーロ、2日券が21ユーロ、そして年間パスは60ユーロです。今回は視聴者の皆様からいただいたスーパーサンクスでこの年間パスを購入してみました。停泊場所は全部で9カ所、有効期限内であれば自由に乗り降りができるのがいいですよね。船がやってきました。では船内に参ります。じゃあ中に入ります。メクシー。船内はこんな感じです。ということで早速出発です。次の停泊場はアンバリットです。この右側のボートはバトー・パリジャンです。さっき歩いていたんですけど、やっぱり欧州域内での旅行がだいぶ戻ってきているような感じはとても受けます。このバトービュスは全部で9カ所泊まるところがあるので、移動手段としてはかなり使えるかなと思います。天気がいい時はかなり気持ちもいいのでいいんじゃないですかね。セーヌ川沿いにレストランがある。セーヌ川沿いのカフェやレストランはどこもいっぱいのようです。この橋をくぐると次アレクサンドル3世のこの向こう側にもうすでに見えています。気温は23度ですけど日差しが結構強いのでとても暑い感じですね。アレクサンドル3世の橋がこんだけ晴れてるとやっぱり金色の光り方が全然違いますね。ちなみに橋の下はこんな感じの作りになっています。川沿いはかなり人が出てますね。向こう側のフランスの国旗が見えているところがグランパレーになっています。見えますか？少し見づらいかもしれません。これで映ってるかどうかちょっと僕画面が小さいのであまり確認できないんですけど、ちょうどこの正面の方、少し遠くて見えづらいんですが、あそこがグランパレです。今アンバリットの停泊場を出ました。で次にオルセイ美術館の前に行きます。このボートの中に少し高いんですが船内でも水を買うことができます。今日はでもすごい人出てるな。かなり出てますね。みんな川沿いでお酒とか飲んでるんですよね。ワインとか置いてある。今ちょうどアサンブレーナショナルの前を通ろうとしてます。ここ今見えている橋はコンコルド広場からアサンブレーナショナルの方に伸びている橋です。オルセイ美術館が見えてきました。やっぱり9つ停泊所があるってすごいいいですね。なんか小刻みにいろんなところに泊まってくれるので、これかなり観光で使えると思います。船はオルセイ美術館とチュールリ公園を結ぶ橋の下を通過しました。次の停泊所がサンジェルマン・デ・プレ最寄りです。なので僕は一旦ここで降ります。でサン・シュルピス教会の方まで行こうと思っています。この橋はちょうどルーブル美術館を正面にある橋ですね。向こう側の反対側に見えるのがルーブル美術館です。向こう側に入っていくとガラスのピラミッドが右側に見えてきます。サンジェルマン・デ・プレの停泊場が見えてきました。結構ね可愛い絵とか売ってますよね。船を降りて川沿いを歩いています。商品が豊富で見てるの結構楽しいですね。
パリの名物と言ってもいいセーヌ川沿いの本屋さん、ブキニストです。ここ最近は観光客が戻ってきたこともあって営業を再開しているブキニストが随分と増えています。ここを僕は右に曲がって青なので渡ります。そしてここを右に曲がってそこら辺のカフェに入ろうかなと思っています。どこに行こうか迷ってとりあえずそう天気がいいので皆さんテラスに出てますね。テラスはどこもほぼ満席です。テラスに出る必要ない。ということで喉が渇いてしまったのでここでエスプレッソを1杯飲んでいこうと思います。エスプレッソ1杯程度ならカウンターで飲んでしまう方が早いし安いですしね。レキップっていう新聞です。もうスポーツ新聞なんですけどもほぼほぼサッカーのことしか書いてないです。コーヒーです。お会計をしていきますか。じゃあ行きましょう。ちょっとなんだろう、こういうのをなんて表現してるのかわかんないけどすごく女性っぽいお店です。ここはイタリアンレストランです。夜になるともう人でいっぱいになります。この界隈は本当外国人も多いですね。もちろんフランス人もいっぱいいますけど暑い。テラスはかなり人が出てますね。この左側の教会がサン・シュルピス教会です。ということでサン・シュルピス教会の正面に到着しました。では参りましょうか。じゃあ中に入ります。17世紀に建てられたこのサン・シュルピス教会はパリではノートルダムに次ぐ大きな教会の一つです。とりあえず正面のまず新郎を歩きます。この中央新郎の建築は資金不足もあって40年もの間中断したこともあったそうです。こちらは1788年に建てられた説教壇です。全体に金色の細かい装飾がなされています。ちょうどその正面の方はこんな感じになっています。すごく立派な、この色がとても重々しい感じで変にキラキラしてないのがいいですよね。ノートルダムの次に大きいということなのでやっぱり高さがかなり高いですよね。でこれが祭壇のほぼ正面の天井です。そしてこちらが祭壇の部分中央ですね。パイプオルガンです。世界最大級のパイプオルガンです。すごい大きいパイプオルガンですね。ほぼほぼ建物の半分ぐらい占めてますね、高さの。側廊の方に向かっています。側廊の最初にある礼拝堂の天井、そして向き合う2つの壁面に描かれているのはドラクロワの壁画です。ここもすごい綺麗だな。ここの天井にも絵があります。そしてこちらが右側、こちらが左側。ステンドグラスもものすごく素晴らしいです。そして2つ目です。この女性はスケッチをしてますね。絵を描いてらっしゃる。本当に大きな絵が描かれてますよね。すごく大きい。こちらは先ほどのちょうど裏側になります。先ほどの説教壇の裏側です。両脇はこのように階段になってます。この教会が好きな方って結構いらっしゃいますよね。こちらは両脇にそれぞれ
彫刻があります。では奥に進んでまいります。祭壇の隣を歩いています。この辺りは照明もついているので比較的綺麗に撮れますね。ここから礼拝堂というんですかが続きます。修復作業をしているところも何箇所かありますね。そしてこちらが正面一番奥になります。この天井の作りがすごいですね。このドームの中にも絵が描かれています。これだけ静かだとやっぱりしゃべりづらいですね。教会の中には小さな丸いガラス窓がいくつもあるんですね。そういったこともあってこの中は思っていたよりも明るいんですね。やっぱり人がいらっしゃらないと逆に声出せないですね。結構お祈りされてる方が多いので、とにかく一つ一つが大きいのでびっくりしますね。今ノートルダムが修復中なので主要な宗教行事はこちらで行われているということを聞きました。こちらは少し損傷が激しいんですかね。文化財をずっと大切に維持し続けるってすごく大変なことですよね。教会の外に出てきました。それにしても今日は本当にいい天気ですよね。これからボート乗り場に戻ります。ちょっと美味しそうなパティスリーがあったので寄り道です。東京の表参道にも出店しているパティスリーです。これは柚子が使われているんですね。フランスでは柚子や抹茶が人気のようで使用した食品をあちこちで目にします。可愛らしい商品だったのでちょっと撮らせていただきました。ご興味がある方は概要欄にサイトのアドレスを載せておきますのでご覧ください。ということでまた再びボートに乗って今度はノートルダムに向かっています。右側の白いボートはいつもここに停泊しているカフェです。そしてこちらはクルーズが楽しめるレストランです。ボートはポン・デ・ザーフをくぐろうとしています。向こう側にポンヌフが見えてきました。ポンピエって書いてある。この船ポンピエ。この船はどうも消防士の船のようです。ここにあるんですね。知らなかった。補船っていうんですかね。これは個人の船っぽいですね。ボートが差し掛かった橋はポンヌフです。かなりやっぱ出てますね。人が出てる。この橋に書いてる N。この N はナポレオンの N だそうです。ノートルダムのファサードが見えてきました。次の停泊所がノートルダムのところになります。ノートルダムのファサードを左に見ながら越えるとボートは停泊しました。ということでノートルダムに到着です。なんかノートルダムの前で何かテントが出ていて人がいっぱい集まってるようなのでそこに行ってみようと思います。湿度が 38% しかないのでやっぱりこう日本とは違う暑さですね。さっき今日の日本の湿度を見たら 88% って書いてあったのでやっぱり全然違うかなという感じです。何をやってるんだろう。あ、なんか催し物やってますね。今日何やってんのかというとなんと2年ぶりの開催となるパン祭りが催されていました。フェット・デュ・パンって書いてありますね。せっかくなのでちょっと焼きたてのパンのいい香りがたまりません。
このパンオショコラ大きいすごい丸々してて、これ後ろでパン作ってますね。後ろでパン作ってそのまま焼いてそのまま出してる感じです。パン職人の方々がクロワッサンの生地を丸めているところでした。こんなちっちゃいこれを焼くとさっきのクロワッサンになるんですね。こうやってデモンストレーションしてるんですね。すごいお客さんがいっぱい来てます。できたクロワッサンは板の上に乗っけて焼くんですね。生地をこうやって切るんですね。三角形に切るんだ。こうやって切った生地をどんどん丸めていくんですね。できた生地をこんな感じで巻くんですね。まあ、パンはフランスの文化なのでこういうのはいいですね。あとこっちは何ですか。Est-ce que dans la boulangerie, on a des membres de l'équipe comme Robin qui essayent leur よく見るとパンごとに ABCD とローマ字があったり、バゲット。少しお話を伺ってみました。Ça, c'est la baguette de tradition française. Oui. フィリップさんのお話では、まずフランス全国から選出された20人の候補者が予選で争い、決勝に進出する6名を決定。その後、国内最高峰のトラディション職人を決定するそうです。ちなみにこの気さくなフィリップさん、フランスのトゥールの方で、なんとアンドル・エロワール地域のパン職人の会長さんでした。もちろんご自身のお店もトゥールにあるそうです。ところでトラディションというパンをご存知でしょうか。日本ではフランスパンと呼ばれているバゲットよりも少し高いんですが、トラディションというパン、ぜひ食べたことがない方は食べてみてくださいね。とても美味しいフランスパンでおすすめです。ほぼほぼ全部に足場が組まれてますね。後方の部分もすごく細かく足場が組まれてます。2024年を目指してノートルダムの修復工事は今日も続いています。今回はバトービュスを使ってパリ市内の一部を散歩してみました。楽しんでいただけたらグッドボタン、そしてコメントもお待ちしています。皆さんの今後のパリ旅行の参考になれば幸いです。ということで、明日もいい日になるといいですよね。それではまた。